こんにちは、MC パークです。お久しぶりですね。だいぶ前回の投稿から時間空いちゃってすいません。その間何をしてたかってことについてはおいおい話しますね。とりあえず今日はその動画投稿してなかった間に結構いろいろパーツつけたんですよ。なので、これのカスタム紹介ということでパーツ一個一個紹介していこうと思いますね。で、見てる方の中でもアドベンチャーバイク乗ってる人とかも増えてきたんで、そういった方の参考になればいいなって思います。じゃあやっていきましょう。じゃあ前の方からいきましょうか。ヘッドライトカードつけました。メーカーはね、忘れましたね。Amazon で買った安いやつです。メーカーとかは全部概要欄に載せておくんで、そっち確認してもらってもこう確認をしてもらえればいいなって思います。で、はい、ヘッドライトカードなんでつけたかっていうと、多分見えないと思うんですけど、ここにねでかい傷があるんですよ。いつついたかっていうのは定かじゃないんですけど、多分キャンツ行ってる間に小石がねぶつかったような音がしたんですよ。ポーンってで、その時はあんま気にせず放置したんですけど、家帰ってきてで洗車したらでけえ傷がついてひびが入ってたんで、これ以上被害を増やさないようにするためにヘッドライトガード買いました。いろんなもんが一番最初にねものすごい勢いでバカバカ当たるところじゃないですか。それなのに何のガードもないのもちょっとそれはどうかなと思ったんで、はい、それまた買いましたね。ヘッドライト大阪になったらだいぶ高いんで、ただ10万円超えちゃうんで、はい、いろんなとこ行く人はヘッドライトカードつけておきましょう。次、ウィンドスクリーンですね。プイグで読み方合ってるのかな。はい、プイグのウィンドスクリーンつけました。これをつけた理由は、純正がボロボロになったからですね。純正今ちょっと持ってきましょうか。はい、これがもともとついてたやつですね。純正のウィンドスクリーンです。で、見てもらって分かる通り傷だらけですね。はい、ボロボロでした。買った時から結構ボロボロだったんですけど、度重なるロングツーリングを経てよりボロボロになったんで、もう見えやしないっつって新しいの買いました。そしたら真っ黒でより見えなくなりましたね。はい、でね、でかさもねかなりちっちゃかったんです。プイグの、書いてあるとレーシングスクリーンって言って、スポーツタイプのスクリーンを買ったんで、要はダート走行とかオフロード走ってる時にもこう風がねちゃんと入ってくるようにみたいな感じで、こんなちっちゃさになってるんですね。で、いい点はかっこいい、めっちゃかっこいいですね。シャキッとしてます。悪い点は風がめっちゃ来るってことですね。これのおかげでね、どれだけ楽をしてたかっていうのが改めて分かりましたね。かっこいいんで、今しばらくつけておきますけど、あんま風が鬱陶しくなったらちょっとでかいのに変えるかもしれないですね。はい、次、ハンドルいきましょうか。これハンドルバーライザーですね。要はハンドルを位置を高くするアイテムですね。もともとの純正の位置がここなんですよ。見えるかな。ここなんですけど、そこからこの分ぐらいですね。親指分ぐらいか。親指分もないですね。親指半分ぐらい位置を高くしたアイテムですね。なんでこんなの買ったかっていうとね、オースティンの SB650 乗った時の動画って覚えてますかね。あの時に、今はセパハンになっちゃったんですけど、もともとは、バーライザーがついてたんですよ。で、それがね感動的に楽だったんですよ。このライディングポジションとかがですね。でね、それがあったもんで、その経験があったもんで、自分のバイクにもバーライザーつけたいなと思って買いました。つけてからしばらく経ったんで、もう走ってはいるんですけど、これいいですよ。めっちゃ楽。腕の位置がもうねしっくりきますね。で、もう一個がオフロードとか走る時って見えるかな、ちょっとこうシートから足を上げるんですよ。足を上げてお尻を上げるんですよ。で、こうバイクから立った状態でオフロードって走るんですね。でその時にこうちょっとハンドルが高い方が操作しやすいという面もあるみたいで、その2点からですねバーライザーを買いました。今のところ結構大満足ですね。いいアイテムですよ。安いんですぐ取り付けられるしおすすめです。次、エンジンガード SW モーテックっていうやつですねのエンジンガードしました。で、買った理由がね、純正のやつを持ってくると分かりやすいんですけど、もともとこんな感じで純正のやつってついてたんですよ。なんでそれをわざわざ外して別のやつ買ったかっていうと、もうカバーしたやつ見えないんですけど、結構ねこの下側ですね、下側に傷がなかなかついてたんですよ。見てもらうと分かる通りバッ
くに開いてるじゃないですかここは。だからあんまりね僕ね信用できなかったんですよ、このヘッドを保護するっていう意味でね。そう理想的な転び方をしたなら多分あれもね純正のやつも全然大丈夫だと思うんですけども、僕の場合結構派手にこけ散らかすんでそういった場合はこういうねカバータイプのものがあった方がいいかなと思って、買いました。 SW モーテックですね。で結構シンプルでちゃんとしたメーカーです。 SW モーテックドイツだったかなとかのちゃんとしたメーカーのもので作りもしっかりしてるし取り付けも簡単と、しかも軽くなりますからね、軽量化もできるんで、結構おすすめだし、GS に限らずボクサーエンジンのバイク R90 とかですね乗ってる方にもおすすめできますね。ヘッドむき出しじゃないですか。あれ傷つくと結構目立つんで、こういうシンプルでかっこいいカバータイプのものがあるといいかもしれないですね。はい、 SW モーテックのエンジンガードでした。次シートですね。ラリーシートにしました。買った理由は、これがもともとついてた、シートです。2分割にされてて、こっちが、パッセンジャーシート、こっちがドライバーシートですね。こんな感じでついてたんですけども、見てもらって分かる通りボロボロになったと。でもうクッション性も何もないんですぐお尻痛くなっちゃうんですよ。なので新しいシート欲しいなと思って、どうせ買えるならねちょっと変わったシートがいい、変わったっていうか今とは違うシートがいいなと思ったんで、ラリーシートにしました。基本的にオフロード長距離走行っていうよりかはオフロード走行を念頭に置いて作られたシートですね。メーカーは BMW です。純正のシートですね。特徴としては平らですよね、ピッて。なのでオフロードとか走ってる時に体重移動を後ろにかけたい時とかにこうお尻をスッて移動できるっていう、特徴があるみたいですね。でね、純正のシートより硬くなるんでお尻が痛くなるっていうレビューはよく読んでたんですよ。だけどごめんなさいね。だけど、シートもボロボロでもうクッションがなんつうのもう潰れきってるんで、新しいシートに変えたらそれが何であると大丈夫かなって思ったんですけど、これ予想以上に硬いこのシート。もう座って絶対伝わんないと思うんですけど硬いんですよこれ。硬いからもしかしたらこう長距離走行とかするとお尻痛いっつってなるかもしれないですね。まだ長距離走行してないんで分かんないですけど。で1個ねいい点特徴を話すと、ここがちょうどこの膝のすぐ内側ぐらいに来る部分です。これがね純正よりかなり細くなってるんですよ。なので足を下ろすのが楽になる。実性高いバイクですからね、ちょっとここが引っかかるとなんつうの足の可動範囲が制御されて足つきづらい場合があるんですけど、細いんで足つきやすくなります。であとねハイシートバージョンローシートバージョンってあるんですけど、僕ハイシートにしたんですね。なんで、視界が良好になったという感じかな。ついでに話しますけど、ここについて純正ナビのマウントはねぶっこ抜きましたね。ずっと邪魔で取れなかったんですけど、ようやく今回取りましたと。よいしょ。次タイヤですね。どこだっけ、ピレリのなんだっけ、スコーピオンラリー STR っていう、タイヤですね。オフロードタイヤっぽいんですけども完全なオフロードタイヤじゃないです。8020ぐらいの割合ですね。80がオンロードで20が、オフロード走行を念頭に置いて作られたようなタイヤですね。で、僕ね好んでオフロードに行くようなタイプじゃないんですけども、なんつうのキャンプ場とか行く途中で結構オフロードを長いこと走る時があるんで、そういった時に怖くないようにね買いました。あとかっこいいしね。でも JS こういうなんつうのオフロードっぽいタイヤで履くと結構ねかっこよくなりますね。どうでもいけるぞっていう感じが伝わってきますね。で走った感じですね、全然今のところまだ20マイルぐらいしか走ってないですけど全然違和感とかはないですね。こういうブロック系のタイヤ履くと騒音みたいなのが結構気になるみたいないうレビューがありましたけど、今のところ別にそんな変わらないかな。もともと入ってたやつと。もともと入ってるのなんだっけ、あれはミシュランかな。ミシュランのロード3とかなんかその辺だったと思いますね。そんぐらいかな。あとマフラー言ってきましょうか。前回の動画でつけたやつなんで知ってるよっていう人もいると思うんですけども、マフラーはね、吉村にしました。音も結構いいし軽くなるし
あとね、この吉村とGS、BMW ね、アンバランサーが好きで買ったんですけども、未だに気に入ってますね。もうこっちのバイクのこっちの面見るのめっちゃ好きです。すげえかっこいいと思う。あんまりないですからね。だいたいね BM でマフラー買えるぞってなったらアクラとかが多いと思うんですけども、このねあえての吉村っていうのがちょっといい選択肢だなって自分でも思いますね。はい、そんぐらいかな。今後もちょろちょろカスタマーしていくと思うんですけども、そうしたらまたその都度紹介していきますね。こういう系のバイク乗ってる人の参考になればいいなって思います。じゃあね、天気もいいんでちょっと走りましょうか。近況報告的な話もねできればいいなって思いますんで、興味ねえぞっていう人はここで聞いてもらって構わないですお時間ある人だけ付き合ってもらえればいいなって思います。はい、久々のバイクですね。おでね、近況報告ってことでしばらく動画休んでた、休んでたというかサボってた間に何をしたかっていうと、特に何かしたわけじゃないですけど、カリフォルニアにウィンターストームがね直撃したんですよ。んで年末に年越しの動画上げて終わりにしようかなと思ってたんですけども、ストームのおかげでそれすらできずと。で年始になってもまだしばらく雨風暴風でそんなんが続いたんで、全然バイク乗れなくて、で当然動画も通れないってやったらなんかねモチベーション下がっちゃって、それでこんなに時間が空いちゃったというわけですね。ご心配おかけしました。すいません。で見てもらって分かる通り、もうだいぶ天気も回復したんで、またね元ブログ再開していこうかなって思いますね。とりあえずね今ねコーヒー屋さんに向かってますね。ちょっと軽くコーヒー飲んで宿題でもやろうかな。この動画の編集とね宿題でもやろうかなと思いますね。近況報告その2、就活始めましたよ、ようやく。最終学期になって今が3月ですね。で5月に卒業なんで、就職活動始まりました。とうとう大変ですね。まさかまたもう一回これやると思わなかった。もうね企業ごとにねもう志望動機なんか考えてらんないですよね。私が御社を志望した理由はネットでたまたま見つけたからですなんてね書けないですからね。もうねあれが宿題よりもちょっと今時間かかってますね。いろいろ考えて書類作って提出して、まだ始まったばっかなんで特に話せるようなね進捗ないんで、なんか面白いことあったら言いますね。おい、このコーヒー屋さんは日本から来てくれた視聴者の方とコーヒーを組み交わしたところですね。よし、おつ。はい、とりあえずこれで今日の動画終わりですね。久々の更新でした。カスタム会でしたね。なんかの参考になればいいなって思います。あとね、さっきも言ったんですけども、だいぶ長いこと考えちゃってすいませんでした。またこれからねポンポン更新していくんで、一応今後はカリフォルニアツーリングを、終わらせようと思いますね。ほとんど編集終わってるんでそっちは問題ないかなと思いますね。でその後もちょこちょこ日常的なブログも更新していくんで、またよろしくお願いします。はい、じゃあ最後までご視聴いただいてありがとうございました。動画の役に立てたらぜひチャンネル登録とよかったらいいねボタンも押してください。数結構気にしてるんではい、よかったらその2つもよろしくお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。